のチャンネルでは、日本語を学んでいる皆さんに、日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことをわかりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん、最近はいかがお過ごしですか？私は最近温泉に行ってきました。温かい温泉に入ると、日々の疲れが取れて本当に気持ちよかったです。温泉は温かいお湯に浸かることができる場所で、全国各地にあるんですが、日本の文化には欠かせない日本人が大好きな場所です。皆さんは温泉に行ったことはありますか？温かいお湯に浸かりながら、疲れた体をゆっくりと癒す時間は格別なんですよね。日本に来る機会があったら、ぜひ体験してほしいことの一つです。今日はそんな温泉の魅力についてお話しするので、最後まで楽しんでいってください。はじめに温泉についてちょっと解説しますね。温泉は地面の下から自然に湧き出るお湯のことです。昔から日本の人々はこの温かいお湯に入って体を休めたり、怪我や病気を治すために使ったりしてきました。温泉はただのお風呂ではなくて、日本の文化や生活にも大きな影響を与えています。日本では温泉がとても昔から使われてきました。約2000年前の歴史の本には、神様が温泉を使ったというお話や、昔の天皇が温泉に入って体を休めたという記録があります。特に戦いで疲れた戦士やお金持ちの人たちが温泉に入って体を癒していたそうです。そして奈良時代という昔の時代には、温泉は湯治と呼ばれる治療の場所としても使われるようになりました。この頃から普通の人たちも温泉に入って体を休めることが広まりました。温泉はただ体をきれいにするだけではなく、心を元気にするための特別な場所でした。なぜ温泉はこんなに多くの人に愛されているのかというと、まず温泉にはいろいろな成分が含まれていて、健康にいい効果があるからです。例えば、硫黄という成分が入った温泉は肌にいいと言われています。また、鉄が入った温泉や塩が入った温泉は体の冷えや疲れを取るのに役立つとされています。それぞれの温泉には異なる効能があり、自分に合った温泉を選んで楽しむことができるのが魅力です。それに加えて、温泉に入ると体だけでなく心もリラックスできます。温かいお湯に浸かっていると、毎日のストレスや疲れが消えて気持ちが落ち着くことが多いです。さらに、日本の温泉は美しい自然の中にあることが多く、季節ごとに違った景色を楽しめます。例えば、冬に雪が降る中で入る温泉や、春には桜を見ながら入る温泉など、自然と一緒に楽しむことができるのも温泉の魅力です。このように温泉は体と心を癒す特別な場所として昔から多くの人に愛され続けています。日本人にとって温泉はただのお風呂ではなくリフレッシュできる大切な場所なんです。次に温泉のマナーについてお話ししますね。ちょっとびっくりするかもしれないんですが、温泉に入るときにはいくつかのルールやマナーがあります。これを守ることでみんなが気持ちよく温泉を楽しめるようになります。ここでは温泉を楽しむための基本的な手順と気をつけるべきマナーを紹介します。まず、温泉に入る前に大切なことは体をきれいにすることです。日本では清潔さがとても大切にされています。温泉に入る前にはシャワーでしっかり体を洗います。体をきれいにしてから温泉に入ることで他の人にも迷惑をかけないし、みんなが気持ちよく過ごせます。次に、温泉のお湯は普通のお風呂よりも少し熱いことがあります。だからいきなり全身をお湯に入れるとびっくりしてしまうかもしれません。まずは足や手からゆっくりとお湯に入れて体を慣らしていくのがいいです。少しずつお湯に浸かることで体もリラックスして気持ちよく温泉を楽しめます。そして温泉はとても気持ちがいいのでずっと入っていたくなるんですよね。
でも、長時間温泉に入ると体が疲れてしまうことがあります。長く入りたいときは、途中で休憩を取ることが大切です。例えば、10分ぐらいお湯に入ったら、一度お風呂から出て、体を冷やしたり、お水を飲んで、またお風呂に入るというように、休みながら温泉を楽しむといいです。次は基本的なルールですが、温泉は他の人と一緒に使う場所なので、守るべきルールがあります。先ほども言ったように、温泉に入る前には体をきれいにするのはマナーであり、守らないといけないルールでもあります。それから温泉ではタオルを湯船の中に入れてはいけません。そして温泉では静かに過ごします。温泉はリラックスする場所なので、大きな声で話したり騒いだりすると他の人の迷惑になります。最後にタトゥーについてなんですが、日本では温泉や銭湯でタトゥーがある人が入れない場所もあります。これは昔からの文化であったり、考え方が影響しています。もしタトゥーがある人は、タトゥーを隠すシールを使うと問題ないこともあるので、事前に温泉のルールを確認してみてください。次は日本の有名な温泉地をいくつか紹介しますね。日本にはたくさんの有名な温泉地があって、それぞれ違った特徴があるので、どこに行っても特別な体験ができます。まず一つ目が、東京の隣の神奈川県にある箱根温泉です。箱根温泉は東京から近くて行きやすい温泉です。いろいろな種類の体にいいお湯が楽しめます。自然も美しくて温泉に浸かりながら山や湖の景色を楽しむことができます。東京からだと日帰りでも行ける距離なのでとても人気があります。箱根は私も実際に行ったことがあって、温泉だけじゃなくて美術館や美味しいご飯もたくさんあってとても楽しいのでおすすめです。二つ目は大分県にある別府温泉です。別府温泉は湧き出るお湯の量が日本一らしいです。別府には地獄巡りといって、たくさんのお湯が湧き出る特別な場所を見て回るツアーがあります。お湯の色が青かったり赤かったりする場所もあって、見ているだけでも楽しいです。たくさんのお風呂があるので、いろんな温泉を楽しめます。三つ目は群馬県の草津温泉です。草津温泉は硫黄泉といってお湯に強い匂いがある温泉なんですが、硫黄のお湯は体を元気にしてくれる効果が強いと言われています。草津のシンボルである湯畑はお湯がたくさん流れ出ている風景でとても綺麗です。温泉街も賑やかで歩くだけでも楽しめます。最後四つ目は兵庫県の有馬温泉です。有馬温泉は日本で一番古い温泉と言われています。有名なお湯には金泉と銀泉があります。金泉は鉄分をたくさん含んでいるので、お湯が茶色っぽくなっています。銀泉は無色透明で、どちらも体にいいとされています。有馬温泉は歴史のある温泉で、昔からたくさんの人に愛されてきた場所です。この4つ以外にも、日本には本当にたくさんの温泉地があります。なので、自分の好みに合った温泉を探してみるのもきっと楽しいと思います。次は温泉の魅力をもっと味わえる方法を紹介しますね。それは温泉宿に泊まることです。温泉宿や旅館は日本の伝統を感じながらゆったりと過ごせる特別な場所です。和風の部屋では布団で寝るという普段とは違う日本らしい体験ができます。そして見た目も美しい伝統的な懐石料理を味わえることも温泉宿の楽しみの一つです。少しずつ出てくる料理は目でも舌でも楽しめます。温泉宿ではもちろん温泉に入ることが最大の楽しみです。中でも露天風呂は外の空気を感じながら自然の中で温泉に浸かることができます。春には桜、秋には紅葉、冬には雪を見ながらリラックスできるのが魅力です。
また、貸し切り風呂もあり、家族やカップルだけで楽しむことができるので、プライベートな空間でリラックスしたい人にはとてもおすすめです。さらに、温泉宿では日本のおもてなし文化に触れることができます。宿に着くとスタッフが笑顔で迎えてくれて、荷物を運んでくれたり、部屋まで案内してくれたりします。部屋にはお茶やお菓子が用意されていて、細かな心配りが感じられます。お客さんが気持ちよく過ごせるように、あらゆるところに工夫がされているのが日本の温泉宿ならではのおもてなしです。このように、温泉宿や旅館での滞在は、日本の文化や自然を感じながら心と体を癒すことができる特別な時間となります。日本の温泉の魅力伝わりましたか？温泉に入ると体はポカポカ暖かくなって、心はふわっとリラックスして、とても気持ちよくなります。特に外の自然を感じながら入る露天風呂は本当に特別です。そして温泉宿では日本らしい和風のお部屋で布団に寝たり、見た目も味も美しい懐石料理を楽しんだりと、非日常の世界を体験できます。日本の伝統や文化を感じながら心も体もリフレッシュしてみたいなと思いましたか？日本に来たらぜひ温泉を体験してみてください。きっとその魅力に夢中になるはずです。温泉でしか味わえない特別なひとときをぜひ楽しんでみてくださいね。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。コメントで感想や話してほしいトピックを教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。